どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを見たい人はぜひパトレオンをチェックしてください。よろしくお願いします。はい。今日はなぜ日本人は行列に並ぶのかについて話したいと思います。皆さん日本に来たことがある人はびっくりしたことがあるんじゃないですかね。日本、例えば東京とか大きい街に行くと、ラーメン屋さんとか、新しくオープンしたカフェとか、有名なスイーツのお店とか、あとは遊園地のアトラクション、テーマパークのアトラクション。いろんなところで行列を見かけますよね。どこに行っても行列で人がたくさんお店の前で並んでますよね。しかも小さい行列、短い行列じゃなくて結構長い行列で、場合によっては1時間とか2時間待ったりすることもあります。で、本当にすごい人気のお店とかに行くと3時間以上並ぶこともあるんじゃないですかね。それでも日本人は文句を言わないで静かに順番を待つ人が多いですよね。これを初めて見た、外国人の人は結構不思議に思うかもしれませんね。なのでね、今日はなんで日本人はこんなに行列に並ぶのかについていろいろ話していきたいと思います。まず一つ目のポイントですね。一つ目はやっぱり日本人は公平さを大切にする文化があるから、早い者勝ち、先着順で並ぶことに抵抗が少ないんじゃないかと思います。日本人は自然と早く来た人が先っていうルールがもう身についているので、やっぱりそれが理由でトラブルが少ないんじゃないかなと思います。今さっき言ったようにね、早い者勝ち、こんな言葉があります。早い者勝ちというのはもう来た人、一番早く来た人が一番目になって、次に来た人が二番目になって、早く来た人を抜かすことはできない。早く来る人はやっぱり早起きをしたり、それなりの努力をしてきたので、その一番になった人を尊重しよう、リスペクトしようっていう考え方ですね。この考え方が一般的に浸透しているんじゃないかなと思います。で、他にもルールとかマナーを守る意識が強いと思います。なので、周りに合わせて行動する人が多いんじゃないかなと思います。例えば、皆さんも日本で電車を乗るとき、見かけたことがあると思うんですけど、電車を待っているときに、ホームに並ぶ位置が線で、示されていますよね。で、ほとんどの人がその線に合わせてきれいに列を作って並んでますよね。で、誰か一人が並び始めると、次に来た人もその人の後ろに並んできれいな列になりますよね。やっぱり小さい頃から、家庭でも学校でもルールを守るように言われています。お母さんお父さんとか先生から、ルールを絶対に守りましょうっていうふうに教育されています。教えられています。だからルールを守ることに抵抗がない。列を自然に作れるようになるんですね。ただそれが原因で、ルールがあるからそれに従うだけ。自分であんまり考えない人になってしまう可能性もありますから、ルールを守る、マナーを守るって聞くと、一見いいことばかりに見えるかもしれませんけど、ちょっとこういうマイナスな部分もあるのかななんて今話しながらちょっと思いました。で、他にもね、行列を見たときに
このお店は人気があるんだ、っていう安心に変わりますよね。安心に感じられますよね。例えば、皆さんが旅行しているとします。で、どのレストランに行こうかって考えたときに、誰もお客さんがいないガラガラのお店に入るより、行列ができているお店の方がなんか美味しそうだなと思いませんか？お客さんがいないっていうことは何か問題があるのかなとか、サービスが良くないのかなとか、この店は美味しくないのかなとか、いろんなことを考えてしまいますよね。でも、すごい長い行列ができていたら、こんなにたくさんの人が待っているなら、きっと美味しいはずだって思いますよね。やっぱりそれが理由で、列を見たら安心できる。だから行列に並ぶっていう人は少なくないと思います。で、やっぱり僕の身の回りもそうだし、僕もそうなんですけど、それが理由で何かお腹が空いて、近くでお店を探そうと思った時に、必ず Google とか、食べログとか使って口コミをチェックする人が多いと思います。やっぱり口コミを見て、このお店はレビューがいいなとか、たくさん星がついてるなと思ったら安心してそこに行けますよね。これはいいことだと思うんですけど、やっぱりこれもね、毎回口コミをチェックして、口コミが何個あるのかチェックして、っていう風にやってると、人気のお店だけに行くことになっちゃいますよね。美味しいのにまだ見つかってないお店とか、時々ありますよね。やっぱりそういう新しい発見をしたい人は、口コミばっかり見ると、そういうことができなくなっちゃうかもしれませんよね。なので、もちろん口コミをチェックする。事前に調べる。リサーチする。っていうのはいいこと、大事なことだと思いますけど、時にはね、思い切って自分の直感を信じて、もう口コミもチェックしないで、新しいお店に行ってみるっていうのもいいかもしれませんよね。僕はね、そういうのがちょっと苦手で、いつも同じようなお店ばっかり行っちゃうので、時々はね、そういうネットで調べたり、口コミをチェックしたりしないで、もう雰囲気だけで自分の直感を信じて、新しいお店とかもチャレンジしたいなと思います。それから他にも、日本人は限定商品とか、期間限定のイベントとか、そういうものに弱いんですね。例えば、コンビニに行って、期間限定の桜味のスイーツとか、秋限定のお菓子とか、あとは人気アーティストの、数量限定のグッズ。もう50個だけです。50個しかありません。みたいなグッズを見たときに、今しか買えない。なくなったらもう買えなくなっちゃう。っていうふうに思うと、やっぱり多少並んででも、買いたくなる人が多いんじゃないかなと思います。これはね、僕もすごいよくわかります。僕も例えば街中を歩いてたりするときに、時々イベントをやってるのを見かけるんですね。で、そういうとき、だいたいイベント限定の商品とか、イベント限定のグッズとかありますよね。もうそのイベントだけでしか買えないグッズとかあるじゃないですか。そういうのを見ると、なんて言うんですかね。もう今このチャンスを逃したら、もう一生これに巡る会えないのかと思うと、やっぱり買いたくなっちゃうんですよね。この機会を逃したら、もう一生このチャンスがないんだって思っちゃうんですよ。やっぱりそういうものに弱い人、もちろんね、日本人だけじゃなくて、期間限定に弱いっていう人はいろんな国でいると思うんですけど、特に日本人はこの期間限定っていう言葉に弱いんじゃないかなと思います。僕もそのうちの一人だと思います。
で、それからね、テーマパークとか、有名なお店とかでは、もう並ぶこと自体がなんかイベントの一部になっていることがありますよね。例えば遊園地、テーマパークのアトラクションの乗るときに、行列に並んで待ちますよね。で、待ってる間に友達と写真を撮ったりとか、友達といろいろ話したりすると楽しいですよね。うん。とか、例えば、人気の今話題のパン屋があるとします。で、そこに友達と一緒に行って、で、並んで一緒に買って、で、一緒に食べる。うん。やっぱりその、並んで買って一緒に食べる。これ、全部セットで思い出になりますよね。うん。やっぱり、そういう、そのイベントだけじゃなくて、そのイベントごとの前と後、ここを楽しみたい人が多いんじゃないかなと思います。僕はね、正直テーマパークとかあんまり好きじゃないから行かないんですけど、でも確かにただ黙って静かに並んで自分の順番を待つよりも友達と話したりしたらやっぱりその時間も楽しいっていうのはわかるし、友達とこの待っている間のワクワクっていうのを一緒に共有できるのは、本当にいいことなんじゃないかなと思います。今日いろいろ話してみたんですけど、日本人が行列に並ぶ理由は、文化的な背景、公平さを重視したり、マナーを守ったりとか、それから心理的な理由、人気があるから安心できるとか、そういう理由と、それからイベント性、期間限定だったり、その並んでいること自体を楽しんだりとか、いろんな理由があって日本人は行列に並ぶんだと思います。で、僕はどうなのかというと、僕は正直人混みがすごい苦手なんですよ。だから行列を見た時に並びたいなとは思わないんですけど、こうやって今日いろいろ話してみて、行列に並ぶ人の気持ちもちょっとわかるような気がします。やっぱりそれ自体が楽しいっていうのは、確かにそれも一理あるなって思いました。うん。はい。ということで今日は、なぜ日本人は行列に並ぶのかについて話してみました。皆さんは行列を見たら並びますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。